新しいクッカーセットは 97g になりました。こんにちは、佐渡原です。今使っているクッカーセットは 97g です。お湯を沸かしたり、飲んだり、簡単な軽食を作るぐらい、そういった必要なものだけを小さくまとめています。以前の動画ではエバニューの 400FD を使った 140g のクッカーセットを紹介しました。あのセットもかなりね、僕は気に入ってて、かなり長く使ったんですけど、今はちょっと構成を変えています。今回紹介する道具は、概要欄の方にねまとめてますので、実際に購入したい方だったり詳しい商品名を知りたいという方はそちらの方から確認してみてください。はい、というわけでね、一つずつ見ていきたいと思います。エバニュー APEX カップ 400FD を使ってたんですけど APEX カップに変更しています。容量はですね 400ml からこの 300ml にちょっと下がってます。理由としては僕が実際に山で、沸かす水の量っていうのはだいたい250ぐらいが多いので、全然 300ml でも事足りるっていうことですね。コーヒー飲んだりとか、スープとか、あと簡単なフリーズドライ、アルファ米、そういったものを1食作る程度であれば全然この 300ml でもあんまり400から印象は変わってないですね。400FD を使ってる方結構多いと思うんですけど、そこまで切り詰めてる方だったら思い切って 300ml にしてもいいんじゃないかなというちょっと僕の考えがあります。このカップには取っ手がないので、代わりに 3D 粘土のスグルを取り付けています。このように調理中でもカップを持つことができます。今回はちょっとブラウンとグレーを混ぜてマーブル模様のようなそういう柄をつけてみました。スグルを取り付けた状態で実測値 30g です。 APEX カップ本体のメーカー公表値は 29g。 300ml のクッカーでカルギーというところから出ているクッカーがメーカー公表値 27g で APEX カップより若干軽いみたいですね。僕の持ってる APEX カップはスグルを取り付けて実測値30ということなので、スグルが 1g とはちょっと考えにくいので、だいたい重さは同じくらいなのかなって考えています。実測値なんでね、ちょっと個体差もいろいろあると思うんですけど、カルギーの方は 0.4mm 圧のチタンを加工していってるみたいなんですけど、APEX カップは 0.2mm 圧を加工してるってことなので、 APEX カップの方が熱効率がいいのではないのかなというちょっと希望的観測でもあるんですけど、実際にねカルギーを購入して比較してるわけではないんで、僕がエバニューのクッカーを選んだ理由は表面のテクスチャーっていうか、ちょっとザラついている加工がね僕はすごく好きで、これがかなりエイジングと相性がいいんですよ。ちょっと長年エバニューを使ってるっていうのもあって、ちょっと信頼感が出てるって感じですね。この APEX カップ、僕は今すごくね使ってて気に入ってるんですけど、一個惜しい点があったんですね。それがやっぱり専用の蓋がなかったっていうところですね。バウンドレスボヤージュチタニウムリッド。こちらはバウンドレスボヤージュという中華製のクッカーセットに入っているチタニウムリッドです。僕が APEX カップのためにたどり着いた一つの答えになります。重さは実測値で 17g。 もう本当にかなりカチッと、ちょっとね固めなんですよね。この蓋のいい点っていうのが、しっかりカチッとはまってくれるのでスタッフサックが必要ないですね。もうこの状態のままで、ザックに放り込んで持っていきます。バッチリはまるんですよね。で逆にカチッとはまりすぎてしまうので、調理中は蓋を軽く上に乗せるぐらいになりますね。でこちらの蓋なんですけど、純正品ではないのでこのために作られたというわけではないです。なので、僕の持ってるものはしっかりはまりますけど、もしかしたらなんですけど個体差でしっかりはまらないものもあるかもしれないです。はい、そこだけちょっと注意ですね。僕はクッカーにはできるだけ蓋は欲しいなと思っているので、やっぱり熱効率を高めるという意味でも、携帯性の部分でも蓋っていうのはある程度有効なのかなと考えています。17g なので、蓋自体はもうとても軽いというわけでもないんですが、しっかりはまってくれるというので、かなり、これは満足しています。一応蓋としては、公式から出ている、エバニューの APEX マルチディッシュ
というものが出ています。この商品は持ち手がなくてですね、茶筒みたいなね、なんかお茶の缶の蓋みたいな、もう本当に持つ場所のないかぶせるだけの蓋みたいなものはあるんですけど、それがメーカー公表値 15g ですね。一応こちらも参考にしてみてください。で、バウンドレスボヤージュのクッカーはもう本当にいろんな細かいサイズのものがあるので、こちら詳しいリンクは概要欄の方に貼っておきます。バッチストーブグラムビーニープロ。こちらはアルコールストーブですね。実測値 20g、 サイドバーナー式で横の穴から炎が出る、直接上にクッカーを置くことができるアルコールストーブで、五徳が必要ありません。こんな風に上にクッカーが来て横の穴から火が出るという感じですね。五徳兼用で 20g であれば、悪くはないかなという印象ですね。至る所にブランドの刻印があって、なかなかかっこいいです。使い方としては、まず中にですね、注入栓があるんですけど、その位置より下になるように、アルコールを注入します。ここまでは普通と一緒なんですけど、その後にですね、外側のグラスファイバーに数滴垂らします。で、外のグラスファイバーに、ライターで着火して、そこからこう中のねアルコールにね点火して、で横から火が出てくるという形になってます。これがねちょっと難しいんですよね。うまく慣れればうまくいくんですけど、あとちょっと難しいポイントとしては、火をね止められないですね。途中でサイドバーナー式じゃない普通のアルストだったら、こう真ん中からね火が立ち上るんで、そこにこうやって蓋をしてあげれば燃焼しなくなるんで火をね止められるんですけど、サイドバーナー式なので、横から火が出てくるわけじゃないですか。こう上にかぶせてもね別に横からずっと出てくるので基本的に火を止められないですね、バッチストーブは。なのでちょっとねもっと簡単なアルストがいいという方は、このねトークスのアルストがすごくねシンプルで僕は好きですね。ただこれはサイドバーナー式じゃないから別で五徳を用意する必要があります。そしてもう一つ、このアルストは、結構火力が強いですね。なのでエイペックスカップとかも載せるんですけど、結構ね上の方を持つ時もね結構熱ってなったりします。スグルをつけてるけどね熱かったりもするので、そういう時は袖とか、手ぬぐいとか使って持ち上げるようにしてるんですけど、それぐらいね火力が強いです。それでも五徳兼用でこのコンパクトさで 20g、 そして使いにくさはあるんですけど、熱効率はかなりいい方なので、そういった意味でこの APEX カップの中で、スタッキングするのに、何を選ぶかといったら、僕はグラムビーニープロを今回は選びましたね。APEX カップとの相性としては、五徳としてのね機能する部分がこのグラムビーニープロちょっと小さいので、大きいクッカーを乗せるとねバランスを崩したりとかして結構危ないので、 400FD よりもねさらに小さい APEX カップ、これはかなり相性はいい方なのかなと思っています。トークスチタニウムウィンドスクリーン。続いてはこちらトークスの風防です。めちゃくちゃ薄いチタンシートの風防なんですけど、自分で長さとか高さをカットして使うっていう感じですね。これも APEX カップのセットのために高さを合わせています。重さが実測値で 3g、 ちょっともうすでに使っているのでチタンの青色がついていますね。実際に使うときはこう巻き癖がついているので、これをクッカーに巻きつけるかのようにして使用します。結構手を切ったりとかすると危ないので、角はカットしたり、かなりコンパクトになってくれて、いろんなクッカーにね、入れることができるので、これはもうずっと使っています。以前ですね空き缶を使って風防を妙具したことがあるんですけど、その時もね結構こだわって可愛いクラフトビールのパッケージないかなみたいな感じで、結構探したりもして丹精込めて作ったことがあるんですけど、いざ使うってなった時に、アルストってやっぱ基本的に結構火力ねあるんで、風防が溶けちゃったんですね。超型ヒュッテで転泊してたんですけど、ですごくねショックで、その時から僕はもうチタニウムの風防を使うようにしています。ちょっと苦い思い出ですね。ビッグミニ、続いてはこちらですね。ライターですね。ビッグのミニ、実測値 13g、
これは中の燃料をちょっと使っちゃったりもしてるんで、目安ですね。何の変哲もないビッグのライターなんですけど、ダクトテープを巻いています。ウルトラライトでは緊急用のダクトテープを、結構ライターに巻くっていうのがあるので、僕もそのようにしています。ダクトテープは何かね、グランドシート、寝袋、テント、いろいろ穴が開いた時に一夜を明かすために応急処置として補修するような、そういった用途で使われるんですけど、ダクトテープも種類によるんですけど、いざとなった時は着火剤として使用できるみたいな話もあったりします。で、ダクトテープの幅が、ビッグのミニに、結構ぴったりだったりするので、すごくねちょうどいいということで、ウルトラライトではこのようにしている人が結構多いですね。僕はいつも予備でエマージェンシーキットにも、ビッグのミニを一つね持っているんですけど、そっちにダクトテープを巻いてます。ちなみにこのねバッチストーブはプレヒートの関係で着火がねライターじゃないとね厳しいんですよね。なんですけど、さっき紹介したトークス、こっちを使うときは僕はねライターではなくてこういうねフリントを使います。これはエクソテックのナノスパークっていう商品の柄の部分を取り外した、上だけですね。こういうね火花が出るんですけど、これでねトークスは着火できます。これで 10g。サモエドスコープカーボンフェルト、これはもう本当にほぼほぼいつも使ってますけど、地面をねダメージを軽減するのに必要なものです。難燃フェルトとも呼ばれたりするんですけど、アルコールストーブや固形燃料を使う際は、地面へのダメージを軽減するために必ず入れています。スタッキングの際は、クッカーの一番底に入れることでクッカーに傷がつくのを防いでくれます。実測値 2.8g。オプティミスティックランナーズレースカップ。続いてはこちらカップですね。オプティミスティックランナーズのレースカップ、ブランドはどこでもいいと思うんですけど、200ml 入ります。実測値 8.4g で、耐熱温度に関しては、これはね多分100度はね結構厳しいと思うんですけど、山の上だとねだいたい80度とか85度とか、そこまでしかね沸騰しないのでいいかなみたいなこの辺自己責任なんですけど、ただねネットで検索すると、耐熱温度100度まで対応してるレースカップっていうのもね存在してるみたいですね。僕はちょっとデザインの面であんまり気に入らなかったので、僕はもうこれでいいかなっていうので、で一応自立するんですよね。これ自立するし持ち手がしっかりあるので、こうやって飲むんですけど、マラソンとかで使われるカップですね。以前のクッカーセットでは、フォールドアカップ入れてたんですけど、結構ね山に持ってっても使わないで帰ってきたりね、そういうことが多かったんですね。なので実際問題これを持っていくかというと、持ってったり持っていかなかったりっていう、そういう感じだと思います。実際はそうなんですけど、このクッカーセットはコップが入っていることが、結構大きいと思っていて、クッカーセットを作るという上でやはりクッカーセットをたらしめるために、コップが入ってると一つね充実感が増すというか、テクニカルな感じがしていいかなって正直ねなくていいんですけど、エイペックスカップがあって、その中に何をスタッキングするか、そう考えた時にやはりコップは入れたいなというふうに思ったんですね。でくるくると巻いて、この小さなクッカーセットにしっかりスタッキングすることができます。レースカップで良しとしている理由として、僕は山に行って、朝ちょっとコーヒー入れるぐらいなので、あんまりねコップの出番っていうのは多くないんですね。このレースカップは、海外のねトレイルランの、方々だったりとか、ブランドとか、見ながらリサーチする中で見つけたもので、ちょっとこれウルトラライトハイキングに取り入れたら面白いかなというので今回入れてみました。結構面白いかなと思うので、ぜひ皆さんもレースカップ使ってみてください。使い捨てスプーン。続いてこちら、もうねもはやこれですこれはちょっといろいろあると思うんですけど、僕はまず前提としてちょっとね物を増やしたくないなっていうのがありまして、今僕は自分の全ての持ち物を少なく小さくしていきたいと考えています。山のものだけじゃなくて、普段
生活している間からウルトラライトのね恩恵を受けたいなっていうふうに考えているので、物を増やしたくないんですよ。なのでこれです。使い捨てのスプーンの先だけですね。実測値 2.4g。 それ痩せ我慢しすぎでしょっていう方もいると思うんですけど、もちろんねちゃんとした製品が欲しいという方、そういう方はエバニューのティムティムがいいかなと思います。これを選んだ理由としては、正直今のクッカーセットに合うのはティムティムかなっていう風に思ったんですよ。なんですけど、僕あんまティムティムなんかいいなっていう風に思ってなくて、買ったことないから分かんないんですけど、なんか食べづらそうだなティムティムって思いつつも、結構ね使ってる人いるんですよ、ウルトラライトのハイカーだと。なのでティムティムもいいけど、でも買うのもあれだなって思ったんでこれです。で、僕的にはもうティムティムもこれもあんま変わらないです。ティムティムがいいんだったら別にこれでいいかなっていう感じでこれを入れました。だけどもちろんねオーバーナイトだと僕はこれは使わないと思います。日帰りとかでね、わかんないけどカレー飯とかよく食べるんで、そういう時はいいのかなと思ってます。あとこれを選んでる理由としては、まずこのスプーンは日帰りの時に使う想定なんですけど、これまた後で紹介しますけど、クッカーセットのために見つけてきた 30ml のね燃料ボトルがあるんですけど、これをね一緒にスタッキングしたいなと思って、でそうなると折りたたみのスポーク結構厳しいので、もうこれでいいかなっていうので全部入るっていうのを取って使い捨てという。でもちろんオーバーナイトをこれで行くのは不可能なんで別で持ちますよね。そうなった時はカップの中に結構余裕が出るので、オーバーナイトは、いつも使ってるバーゴのチタニウムスポークを持っていくかなと思ってます。あともともと本当に軽くしていきたいなっていう時は、やっぱりチタンのカトラリーとかじゃなくて使い捨てのスプーンで、いってるので、こんなカットしてね持っていくようなことはしてなかったんですけど、エイペックスカップの中で、どれだけスタッキングとかできるかなっていうのでこれを選んでみました。本当に軽くしていきたいというね変わり者の方がいらっしゃいましたら、ちょっとねこれも真似してみるとね何かがわかるかもしれません。新潟製機燃料ボトル。このクッカーセットを日帰りで使う際に、一緒にスタッキングできるポリエチレンの 30ml のボトルです。実測値 8g。 オーバーナイトに持っていくには、ちょっと厳しいかなと思います。燃料は工程によって変動する部分なので、ベースウェイトの考えに基づいてクッカーセットの重量には含んでいないのですが、日帰りでクッカーセットに含めると合計で 105g になります。で細かいんですけど、蓋のねところにちょっとした滑り止め凹凸があって、それをね若干ヤスリで削っています。そうすることでバッチストーブとねこううまいことはいかないんですけどうまいことはいかないんですけど、ちょっとマシになります。スタッキングがこんな感じでスタッキングしてこの中に入れちゃいます。なんていうか、この 300ml の容器を使ってスタッキングを考えるという上で、何ができるのかなっていうのでちょっと入れてみたって感じです。というわけでこの流れで実際にスタッキングしてみます。このクッカーセットの使い方っていうのはもう前出した動画ともうほぼ一緒ですね。 400FD と一緒で、本当にお湯を沸かすためだけに使って、ご飯を食べるのは別でアルファ米の袋だったりとか、そういったものを持ってって僕は基本的に食べるようにしています。この中で食べちゃうとね洗うのもめんどくさいし、もちろんこのセットで何でもできるわけではないですね。よりね切り詰めているので、しっかり料理をしたいとか、例えばアルファ米とコーヒーを同時に作るとか、そういった要領には適さないと思っています。
なんですけど、このサイズ感で 100g で軽くね日帰りで出かけたりとか、そういった時に一緒に持ってったり、オーバーナイトでもね 400FD でしっかり切り詰めている人だったら、この 300ml でもしっかり成立させることができるのではないでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。結構軽くなったんじゃないでしょうか。もちろんね、400FD の、一定のなんていうんですか、ちょっとした余白が残ってる部分だったりとかが、安定感につながるっていう部分はあるんですけど、僕はちょっと思い切ってそこもね削って軽くしてみたという、そういう感じです。で、今まで使ってた 400FD は、一応まだ持ってはいるんですけど、もうしまっちゃって、今こいつをねしっかり試していて、問題なければもうこれに完全に移行しようかなって考えてます。というわけで、今回のねクッカーセットの動画が参考になったという方はね、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もろもろ紹介したんですけど、全て概要欄の方にね、まとめていますので、気になるという方はぜひそちらの方からチェックしてみてください。というわけで、それではまた次の読みで。